はようございます。たかしです。本日は3月29日金曜日、ただいま8時20分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基本から学びたい、もしくは学び直したい方はぜひご利用ください。初心者の方でも始めやすい価格にてご提供してます。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からなんですが、昨日の日足のローソク足は、一昨日もそうなんですが、長い下髭を出してきております。今この形を見ていると、一昨日も昨日も長い下髭ですので、ここから反発したいんだということはわかります。ただ、陰線ですので、これが長い下髭陽線になってくると、ここから上昇しやすくなるんですが、現在のところは陰線ですので、やはりもう少し上値は重いのかなと。というのも、ストキャスティクスにしても GMMA にしてもまだ接触してませんよね。ストキャスティクスはもう少し下げ余地があるし、GMMA にも接触してきていない。過去の動きを見ていると、GMMA に接触してからの上昇になってますので、今回も一度その辺付近まで下落してくる。もう少し下落余地があると思ってますので、本日下げてくれば、そこからの反発上昇を考えておきたいんですが、現在地付近で底堅いんですが、ここから上昇するかどうかっていうのは少し疑問ですので、もう一段の下落を待っておきたいですね。では4時間足です。ここのところの動きはずっと横ばいですよね。このレンジになっております。安値が 190.7 付近、そして高値が 191.5 付近の間でのレンジ。比較的狭い幅でのレンジですので、ちょっとトレードとしてはやりにくいですね。4時間足ストキャスティクスは今高値圏に向かって上昇中なんですけれども、ということはこれ高値圏に入ってくれば再び下落方向に動きやすくなりますので、昨日後半から少し上昇方向には動いてますが、ストキャスティクスそろそろ過去のデッドクロスのポイントに近づいてきてますので、それはご注意ください。そして GMMA の青帯は横向きですので、基本はレンジだと考えておく。なので直近の高値を上抜けるとか、直近の安値を下抜けるという、そういう想定でトレードするんではなくて、直近の安値まで来れば反発する、直近の高値まで来れば下落するっていう、そういうイメージですね。上昇をイメージするのであれば、この直近のこの揉み合いの高値、ここを明確に上抜けてくると、そこからは上昇しやすくなりますので、191.5 付近を明確に上抜けるかどうかっていうところに注目です。で、下落していった場合はすぐ下に日足の GMMA がありますので、例えば昨日の安値とか直近の安値ですとここなんですが、190.3 付近、そこを下抜けたからといってそこから大きく下落するとは考えない方がいいと思います。では1時間足です。昨日の1時間足を見ても分かるように上がったり下がったりというのを方向感なく繰り返しておりますので、かなりトレードとしてはやりにくいのが現状ですね。そして本日は月末金曜日というところで特にトレードがやりにくくなると思いますので、極力様子見をしていくのがいいと思います。ただ現在反発してほしいポイントがもう少し下にあるんですね。このオレンジの水平線もしくはこの緑のトレンドライン、この辺りまで下落してきてほしいなと思ってますので、本日そこまでの下落は一応想定しておきたいんですが、先ほど言ったように下落してくれば日足の GMMA が近づいてきますので、そうすると大きめの反発に入っていく可能性を考えておきたいんですが、短期的には一旦下落方向を見ておきたい。でも本日もすでに上昇から始まってますし、昨日も底堅い動きをしているので、また昨日安値付近に来ればそこは底堅く動く可能性があるんですが、今上昇も下落もできない、そういう中にありますので、どちらに動くっていうのを決めつけてトレードするのではなくって、先ほど言ったようにレンジになっているのであれば、高値まで引きつけての下落、そして安値まで引きつけての上昇をイメージしておきたいです。そして現在この辺に水平線が引けるんですよね。こんな感じですね。今黄色のラインを引いたんですが、今ちょうどここに水平線が引けまして、この水平線より上のゾーンと下のゾーンで分かれておりますので、今ちょうど水平線付近ですよね。ということはここから下落しやすいと考えますし、もしこの水平線を上抜けてくれば、この上のゾーンのレンジの中に入っていきますので、そうすると 191.5 ぐらいまで上昇する黄色のラインと青い点線の間でのレンジに移行していくと考えておきたい。そしてこの黄色のラインの下にある間は昨日の高値安値での間でのレンジ、小さく分けるとそんな感じになりますので、その辺を見ておくとトレードしやすいと思います。ではドル円です。ドル円は相変わらずですね、全然動いておりませんので、先日からお話ししてますように、この水色と白のラインの間でのレンジ、この中で引き付けてトレードしていくという形です。ストキャスティクスは今高値圏からダラダラと下げてきておりますので、もう少し上値は重いのかなと考えておきたいです。では4時間足です。先ほど言っていたレンジがここですね。白と水色
色のラインの間、現在は151円付近がかなり底堅い動きをしてますので、151円付近まで下がってくれば、そこから短く買っていくと分かりやすい動きをしてくるんじゃないかと。ここ直近の動きを見ているとそういう動きになってますので、151円ぐらいまで下げてくると、そこからは底堅く反発するという動きをしてますので、そういうところで短くトレードをしていくのもありだと思います。そして逆に152円が近づいてくると、やはり上値は重くなっておりますので、そういったところからの戻り売りという、この白のライン、そして水色のライン付近でのレンジと考えると、その辺付近まで引きつけるとトレードがやりやすくなりますので、中途半端なところにある間は様子見をしておきたいですね。現在ストキャスティクスは上昇中ですが、チャートとしてはずっと横ばいですので、このままストキャスティクスが高値圏に来れば、再び上値が重くなって下落方向に向かう。つまり151円付近まで下落してくる可能性があるので、そうすると先ほど言ったように底堅い動きをしてますので、チャンスが来るかもしれません。では1時間足です。1時間足 GMMA は完全に横ばいですよね。ですので昨日も上がったり下がったりという方向感のない動きをしてますので、まずは先ほど言ったようにしっかりと引きつけるですね。ただあまり値動きも出てませんので、その上限まで152円付近まで上昇するかどうかっていうのも怪しくなってますので、昨日みたいな動きですね。151円に近づけば、そこからは結構下髭、過去の動きを見てもわかるようにすごく下髭を出してますよね。こういう動きをしてくると、そこからの一旦の反発、小さい値幅ですが反発はしてきておりますので、151円付近まで近づけての反発上昇の流れに短く乗っていくっていうのが今のドル円のトレードのやり方だと思います。ただ基本的には値幅がほとんど動いてませんので、トレードは様子見するのがいいと思いますし、あまり無理してトレードするようなそういう相場でもないと思いますので、特に本日は月末週末ですので、極力トレードは控えて分かりやすい動きをしてくれば、先ほど言ったように例えばレンジの上限とか下限までしっかりと引きつけられるのであれば、そこからのトレードっていうのはありだと思いますが、そうでないところで無理やりトレードしようとすると負けが増えますのでご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。